もなんか力入ってなくて、うん、本当に触れてもらってる以外には何もなかったような感じしてしまったりなんか、もう始まってる。始まってる。そうだったの。よもう始まってます。ろしくお願いします。このこうさりげなく始めるという新しいパターン。その方が素が出るかなと思って。ああ、すごいいいとこだね。でも字幕つけるの本当大変ですよね。そうよ。それ考えるとね、ありがとう。無駄なことを喋れないわみたいな。この前のあなたのやつが一番大変だったらしい。あれ最近のやつで一番死んだわ。痛い。しびれるよ。しびれる。これ首のあたり。なんかおかげさまでね、この間やってもらった時よりは、なんか体調がいいなと自分で思いますね。もちろんね、足つぼ1回やったら全部良くなりましたということではないかもしれないけど、きっかけにはなってくれたと思う。なんかね、やってもらったら体がこう、ほかほかして、水を途中で飲みたくなったあたりがね、すごくなんかこう全身性にこう効き目が出たなというような感じだったんで、ほうとか言いつつ何も頭入ってなかった今。最初のってやっぱどこがどうなってるかなとか、なんと大雑把に考えるんですか、これは。いや、特に自分の場合最近も全然何にも考えてない。本当。でも全員に対して全く同じではないんでしょう。これ少しなんか変えてんじゃないですか。多少ね。やる部分がこのある部分が多くなったりとか、そういうのは。多少変える感じかな。えぐい痛みが。ここは三叉神経。三叉神経。頭部に割と痛い。三叉神経のように痛い。そこのね、指の根元付け根のところ触ってビリビリってするってことは、まあ、ただ単に神経のそばをこう刺激しているというのもあるんでしょうけど、あんま本当は良くないの、それは。痛み？痛みでも、そのなんか神経とその老廃物がこうぶつかって痛みが出るみたいなから、ここの箇所ですね。これ扁桃腺かな。すごい痛い。そんなに特に感染症はないんだけどね。感染症、なんか割と楽にというか、そんなに強くやってないんですけどね。痛いね。これね、痛いところとか結構こう5分ぐらいこうモリモリやってるといいね。なんか観念してくるよね。なんかちょっとゴリゴリっていうのがありますね。でも痛い。ここの箇所です。扁桃腺、喉とか。なんかしびれる。しびれる。ここも痛い。指でただこう、ちょっとやってるだけなんだ。そう、ここら辺はね。結構痛い。これ目ですね。目疲れてますね。これは左目なんですか？左の足だけど。首から上は神経が交差してると言われてて、こっちの左の足の目の繁殖は右目っていう風に言う人とまた同じ方向にあるっていう、それはちょっとね、人
人にもよるのかな。でも経絡でもそうですね。必ずしも、反対側やっても効き目があると見るし、まあ両側基本的には同じツボを打つ傾向があるんだけどね、針だとね。耳の反射。耳。基本的にその指の周りが痛いね。指の周りが痛い。これが一番我慢できるかも。これが。でもその指潰れてますよね。この指、公式のようになんか、潰れてるというか、ちょっとこれ靴とかのあれで、なんかその上にね乗っちゃってると思うよね、自分ね、体重が下敷きになって。そうか、そこの付け根をもうちょっとやってもよかったのね。これはこんな感じでやってるんですか？これね、こうワイパーのようにここを支点にして、こうやってんだ。そうそう、こういう感じ。今もっとこっちで押さえて、ちょっと刺激が入るように。なんかそれ気持ちがいい。気持ちいい。今日はカナダがいないね。今日はカナダいない。今日静か。外の物音がちょっと少し入ってんじゃないかな。ちょっとね。ここ胃の反射。どこですか？胃の反射。前にはなかった感想が出てきたね。気持ちいい。いつ痛くなるかと思ってなんとなく身構えちゃったところあったんだけど、なんかすごくどっか気持ちいいとこあったなっていうのが残ってて、そうですね、なんかね、この間のね、足首にすごいいいんだなと。足首、なんか足根骨っていいじゃないですか。なんだったっけ、すねっていうんですかね、足の硬いのから足に行くそのかかととかを構成している骨が7個あるんだけども、そこの辺のあと足の傾き、足首のが結構これ良くなるんだろうなと思ったんですよね。ほらやっぱりお年寄りの方が多いと思うけども、こう足の向きとかに癖があるじゃないですか。お客の人は外向きになっててとか、そうすると当然こっちの外側の方がこう縮んだようにこういうふうになってたりとか、なんか内旋足って言ってこう内側にこういうふうに向いてる足になってたりとか、っていう人がいて、足自体にはこの足三里とかそういうところによく針を打ったりはするんだけども、
足首にももちろんツボがありますけども、うんなんかその打っただけで大きくこう向きをこう変えるとかっていうのは、うん、その後もうちょっと手技を加えるとかなんかしないと、うん、少し調節は難しいんだけども、うん、足つぼをやってあげるとその針打たないところにいっぱい刺激が入るので、うん、うん、なんかですね、例えば膝が人工関節が入っていて、うん、その辺にはこう針はしないでくださいとか、うん、お医者さんに言われてる患者さんとかも来るんですね。うん、おー、痛いよこれ。腰、腰つまないから。うわ。でもこの間これが最後気持ちいいになってたところが驚いたんだけどね。ああ、ここね、腰。うん、結構張ってるね。ハリハリや。ちょっと感覚変わってきた。本当。前月直腸。こっちがやってきます。ちょっと大丈夫、こっちが。はい。よいしょ。はい。腕。ここ何？ここ腕。腕の反射区。ちょっと硬いね。くるね。くる。いや腕は疲れるよね。うー疲れてますね。ん。で、膝。膝。うん。方向系の、うん。結構なんていうのかな、急性のうん。症状に効くツボがその辺にあるんですけど、あ、ほんと。金のって言いますか、金ゴールデンゲートね。ゴールデンゲート。そう金の。そう。例えば膀胱系って腰のあたり通ってるので、まあ経絡的に言うと、激血っていうその急性の症状に効くツボがあるんですけども、まあ、急性腰痛っていうかぎっくり腰とかできた場合は、そこに針を打ってもいいってことですよね。ただまあそれでぎっくり腰が治るということはあんまりないんだけども、例えば痛みをこう少しでも和らげましょうっていう時に、そこを使ったりすることは結構針師さんはいると思います。なんかでも不思議なね、なんかその2回目っていうのもあるでしょうけど、こうなんかこう
場所が変わると会話が変わったりするとかっていうのはなんかありそうだね、なんかね確かに、そうね、今日はお邪魔させてもらってこんな素敵な施術室で楽だわこれ。結構でも足つぼに、おまけにおかげで力が入ってて痛いわみたいなでも体疲れないのでいいですよね、腕がね、結構腕疲れるよねこれ。あ、自分、あ、全然これなんかすごい楽、この姿勢やっぱこのそのくらいの角度がいいんだ。やっぱベッドの方がいいのかなずーっとやってるけど喉の反射区。あ、そうなん、さっきのところで喉、扁桃腺と違うんだね。そう、扁桃腺こっち、なるほどね、でこっちが喉、なんだっけ、大将でしょここら。そうです、大将です。肝臓の痛そう。あんま強くやらないですね。はい、喉千本ノックまあ、喉あんまり強い方じゃないですね。そこまですぐに痛めるわけじゃないけど。痛そう。なんかいい響きは伝わってきてますね。あ、本当。痛いだけじゃなく。これが三半規管。足ってでもやっぱりこう、ほら頭から遠いじゃないですか、だからこう細かい感覚に疎いところですよね。理屈っぽいの話しても大丈夫ですか？大丈夫ですよ、字幕頑張りますそう割とヒロの話はこうほら専門用語も出てくるから自分も Google で調べながら文字が分かんないと思ってだね、あれなの。いや全然退屈な話になっちゃう。いや全然退屈じゃない。自分的には最後こう調べて、あ、こういうこと言ってたんだ、この感じだったんだとか、なんかね、この前もやってて面白かった。なんかこう、学校の勉強そのものなんですけど、二点弁別域っていうのがあるんですよ。これもまた後で調べないと字がわからんわ。要するにね、ほら背中で、これとこれは1点に感じますか2点に感じますかっていう距離が、背中とこういう顔とかでは全然違うんだって。この顔とかってやっぱりこう精細なっていうか細かい感覚を識別してる。でも唇とかすごいらしいんだけども、そういうところで2点に感じるかっていうのは、と一つに感じてしまうその距離がっていうのが、こういうとこほど狭い。で足とかだとやっぱり広いんですよ、実際にコンパスの2つの針かなんかでチクってやって1個に感じたかっていうと、このぐらい広げないと1個に感じなかったりとかしてるので、そういうふうにこの指の股とこの指の股とかっていうふうにやってもらって、違う感覚を長く味わうことになるじゃないですか、これって薬指の感覚なのねというのをすごくやるので、なんかこの感覚がこうちょっと雑な感覚が少しこう精細になっていくような足の、それがまたいいんじゃないのかなと思いましたね。それでね、調べるとすぐ出てくるんですけども、なんか大丈夫ホモンクルスっていうお人形があるのね、それはその二点弁別域の狭いところ、要するに感覚が鋭いっていうのかな、この細かい感覚が識別できるところを人間の体でも大きく作ってる人形なのね。それ顔がね、なんか個人名で言うのもなんですけど、ほとんどいかりや長介、なんか唇が出ていて、
それで要するに体でいうと、体はちっちゃいけど顔がでかい、で下の唇が大きくて、それで男性とかの生殖器が大きいというおかしな形になるんですよ。なんか変なんだけどエロい形になる。それがすごくそう、人の体ってこんなになってんだと。でなんかそういうとこを使ってやっぱり人とこう接触するってことをするんだなという感じですよね。まあ足フェチとかいう人もいるけどね。足フェチ。大丈夫？大丈夫。なんか今、気抜いてられるような。気抜いてけど。とりあえずちょっとの間。とりあえずちょっとの間。膝まで行ってたんですね。忘れてた。なんか膝この間やったかな。気持ちいい。なんかその表面の痛さがなくなると、なんか全然気がつかなかった中の方の感覚がちょっとこう、目覚めてきますね。なんかね。よろしくお願いします。お願いします。今日は両足取ってもらえるんだ。あ、前回も両足だったよ。あ、そう？前回も両足、確か。違う、片足で撮る撮影はやめちゃったんですよ、この間。そうだったっけ？そう、あまりにも喋った内容が多かったんですよ。ああ、そうだ、もう字幕地獄になるなと思ったからもうやめようとかも。今日はちょっと頑張るわ、字幕。あれね、ほんとね、5分の字幕つけるのに45分とかかかるからいやでしょうね。やっぱり文字に残るとね、なんか間違った情報をやっぱり垂れ流しってわけにはいかないもんね、やっぱりね。いや結構聞き間違いとか多いけどね。気持ちがいい。今日はちょっと優しめです。あんま強くもない。これ聞いてもいいの？これ一番最初ってこれ誰に教わったの？これは、誰に教わった？いや、学校とりあえず最初行って、なんだっけ？でもこのスタイルっていうか、これちょっとこう速いっていうか動きがね、リラクゼーション系台湾式みたいな感じなのよ。なんとなく台湾式そのものじゃないってこと？だいぶ少し形が変わってるんですか？まあそうだね。もうちょっとね、自分がカナダで習った時はもっとこう一点一点もっとこうしっかりっていうんじゃないけど、こう
なんつうのかな、もっとゆっくりやっていくような感じでも今のスタイルは割とこうベースは台湾式だけど、割とこうもうちょっとリラクゼーション系みたいな、リラ台湾式って、もう少し痛いんですか？いやまあこんなぐらいだけどね、でももうちょっとね、痛いかな。でもなんか僕台湾でねやってもらったんだけどね、特別にすごく良かったとも悪かったとも何とも思わなかったんですよね。悪くなかったですよ全然、でほら大きなすごくこう大きな椅子に腰掛けてやらせてくれるじゃないですか、王様みたいな王様みたいなね、それはいいと思ったけど、まあ、場所にもよるけど、東南アジアの施術師の人って真面目にやってないって意味じゃなくて、結構隣で会話するんですよね普通に、でテレビとか目の反射痛い何ですかね、目の反射この間失礼モニター見ながらやってる今。でも表面的な痛みってちょっとやると取れてきますね。あ、本当。なんか、ビデオ回ってるからお世辞を言ってると思われるからなんだけど、正直言ってこの間やってもらって初めて足つぼいいなと思いましたね。あ、本当。その前は過去何回か受けたことあるんだけど、痛いから嫌だな毛嫌いしてたんだけど、なんか気持ちいいがあんまり出たことなかったですね。ああ、足つぼで。なんていうのかな、質問で、その部分がこう、ゴリゴリしなくなったとか、その痛みがなくなったとかで、その部分のこのほら刺激は終わっていいとかっていうその目安はあると思うんだけども、全体的に見て、あ、こんな風になったんで、あ、いい効き目が出たかなみたいな、なんかそういうポイントってあるんですか？いやー、特になんかむくみが取れてきたとか。ああ、まあそれはねすごく分かりやすく出るかなみたいな。でも結構、そうだね。足首のなんかその傾きとか、こうなっちゃったままの人とか、ほらつま先がこう反ったままの人とか結構いるでしょう。あれやってると結構取れてませんか？終わると少し素直にまっすぐな指になってたりとか。あ、そこまではちょっとあんまり見てないかな。僕でも意外とそこに注目したんですよね。これ結構効いてるなと思って。あ、本当。年寄りの足すごくやっぱり指がずっと丸まってる人とか、反ってる人とか多いんですよね。でそれによってこうかかとのつき方とかが変わって、腰にとか足に疲れがいくだろうなと思う人結構いるんですよ。なんかね、そういう人にやってみたいなとすごく思ったのね、これ。じゃあね、今度というか今日か後で足つぼをちょこっと伝授を伝授できるのかよくわかんないけど、初歩の段階だけ初歩の全然もう無料で持ってけって感じですよね。ありますね。なんかね、ここ胃の反射区。胃がんでもあるのかしら。胃がん。しつこいしこりが。
っていうほど痛くないんですよね。でもなんか固まってるのは分かる。なんかね、まあでもあとここって胃のあたりって、こっちに行くとこう脊髄の方、こっち腰椎とか、そう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 、ここが腰椎、足がこうピクピク痛い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 とこれがこういう反応、まあ軽い拒絶反応なので、こういう時はあんまり強くやらない方が硬直しちゃうからね。そう本当限界までね、限界というかまあ手前、そんなに嫌な感じじゃなく、これはでもやっぱりあれですかね、なんていうんだろう、特に台湾の人たちとかは、日常っていうかよくやってると、健康のゆっくりに助けになるっていう風なあれがあるんでしょうかね。そうですね。でもまあ街中でやってるって人も、まあ、特には見なかったけど、でもお店は地元の人の利用率実はすごい高くないですよね。やっぱり近く観光とか商業的ですよね。なんかね、まあ質問も比較的やってる人いるのかなという気もしましたけど、確かにね。やってるんだ。かかとはどうしてるのかな。かかとは硬いんで、まあなんかあまりに硬いと自分棒の方がいいかなみたいな。そうですね。外側結構痛いです。外側結構痛い。何ですか。ここは清掃清掃清掃か。じゃあ清掃活発なんだったっけ、清掃活発にしてもらって、その痛みがあると調子が悪いっていうことなの？まあそこのね反射投影してるところが、なんか不調とか不活発とかそういうのがあるからってことですよね。大体当てはまるけどね。痛い腰、痛いんだけど、この間なぜかこれをやってもらってすごい良かったような、すごいやっぱり痛い。ここ前立腺ね、こっちは清掃がすごく調子悪くて前立腺が調子がいいとかどっち？どういうことなんだ。よいしょ。そこにね、なんか不思議なしびれがありますね。ここ、この辺は内股関節ですね。内股関節、内側の股関節。思い当たるかな。思い当たる。この辺ってこと？こっちに。そうだね。鼠径部というか。鼠径部というかね。
こは何ですか？ここは直腸。そうか、さっきと右と左全然違う、左はあんまり何も感じず、右はなんかこってりっぽい感じがする、はい、失礼します。やっとでも長雨が終わりそうですね。あったのかな、どうなんだろう。あれまた台風来るとか言ってなかったっけ？そうなんだっけ。確かこれでまた前線が落下しましたとかいう話が出てくるんですね。なんかね、湿度の質って書いて、体の中の老廃物というか、そのなんていうのかな、健康じゃない物質ですよね。液体の物質であって、サラサラしてない、なんかそういうねとっとしたものというか、体の中の老廃物だろうな、不純物とか、そういったものを質とか、炭って炭の出る炭と呼ぶんですよ。炭質っていうふうに言うんですけども、それが外の質とも関係していて、湿度、だからで足の方に下の方に溜まりやすいんだと。だから梅雨時とかそういうのは、やっぱり足腰に来る季節なんだと。であと質っていうのは、この間も出てきましたけども、火、その脾臓の火がとても嫌うと言われていて、火の調子が悪くなると、なんか火が調子悪いと疲れやすくなって、なんかスタミナがないというか、だるくてこう立ち上がるのが辛くなるみたいなことを言うんだけども、確かにこう鬱陶しい季節の時って、なんかそういう風な気持ちになりやすいんですよね。で足に老廃物がたまるので、特に足を刺激してもらうと、足に溜まってたものが体にブーって分散していくので、結局って眠くなっちゃったりとか、そういう現象が起きるんだと言われてるんですけども、でね、うちの治療院では、腰の患者さんが増えるのが定説なんですけども、この湿気の多い、1ヶ月間太陽も出なかったですけども、肩の患者さんがすごく多かったですね。肩甲骨の周りが調子が悪くなっちゃって、腕が上げると痛いとか、なんか背中が痛くなっちゃって、眠れないとか、なんかそういうことを言う人がすごくいっぱい来ましたね。肩のですね、肩から背中にかけてっていうのかな、肩甲骨の周りって言っていいますかね。肩甲骨、後でよかったら生姜を台座にしたお灸やってみませんか？ぜひぜひね。お灸、そのお灸すればその肩の痛みが立ちどころを治しますと言いたいわけじゃないんだけども、なんかその肩甲骨の周りとか上とかにお灸を結構置いて、
横向きでお灸するとかなりシワ、こう横に入れてもらって、こう抱き枕を抱いてもらって、この首からこの肩のあたりに、お灸するんですけども、それで結構ね仕上がりが良かった人が結構多かったですね。へえ。疲れてると感じてる右足の方がよりなんかこう、なんだろう、癒された感が強い。癒された感。はい、お疲れ様です。